皆さんこんにちは、マックスオリドです。本日は、ちょっとねご要望が多かったので、僕が今までね過去街中ストリートで練習してきたドライビングテクニックをね向上するためのお話を少ししたいなと思います。これはもうガシガシ走るって方法ではなくて、もう普段自分の車乗って通勤する途中であるとか、もう言っててもかしこも車に乗るときにこういうことをね、感じながら考えながら運転した方がいいよっていうようなお話をしたいと思います。スピードは一切必要ありません。それでは行ってみたいと思います。どうぞ。オリド学ぶ直伝、日常ドライブで確実に速くなる。かれこれですね、僕も、車の運転をするようになってもう30年以上経つんですけども、最初の頃は闇雲になんとなくマニュアル楽しいなとか車って楽しいなと思いながら運転していたんですけど、だんだんドリフトを練習したりとか、レースをやるようになって非常に車の普段の運転を意識するようになりました。じゃあどういうことを意識するかっていうと、基本的にはハンドルがあってペダルが3つ、マニュアルだったら3つあって、足と手だけで車っていうのは操作をして曲がったりとか止まったり加速したりとかするんですけども、全ての例えばステアリングがあったらステアリングからステアリングシャフトがあり、ラック&ピニオンがあり、そこからタイロットがあり、ナックルがあり、ハブがあって、ホイールが動いてタイヤが動くまでのその全てのストーリーを物の仕組みを考えながら運転するようになると、闇雲に切っていくんではなくて、その遊びを取り入れながら切っていくようなイメージを普段の街中でも意識するように運転を変えたら、非常にこれがねまたびっくりするぐらいサーキット走行とかそういうので役に立つようになり、そういう操作の遊びというかそういう感覚が身につくようになりました。常に操作の練習であるとか目線の練習であるとか、常に練習だと思えばいろんなことが街中ではできますよね。からちょっと高速の入り口に入ってきますけど、普段車乗ってるとちょっとしたワインディングとかカーブとかあると思うんですけど、そういうところなんかもちょっと減速入ってからブレーキを離しながらステーリングを切っていった時に目線、ステーリングを切った時車がロールしていった時にタイヤにどのような力が加わってコーナリングしていくのか、その時にタイヤ一番どこに力がかかってるのか、そういうのを常に考えながら走行する。86なんかほんとちょうどいいですよ。街中でこういうちょっとしたカーブなんかも目線からステアリングを入れてぐーっと荷重が外にかかって、今度アクセル入れてった時に外にかかってた荷重が後ろの方に荷重が移動するっていう、こういうところのシフトアップ一つとってもそうですよね。クラッチを踏んでクラッチが切れてミッションの中の駆動が切れた時に優しくギアを入れることによってシンクロが噛み合ってギアが吸い込まれていく感じとか、そういうのを感じながらいくと非常にミッション操作も優しくなるし丁寧になりますね。であと結構ヒールアンドゥーができないっていう人が多いと思うんですけど、最初の練習はブレーキを使わないでギアだけクラッチで落としていくときにブンってアクセルを煽ってギアを1個落とす練習とかするとすごくリズムがつかみやすくなるので、そこに最終的にちょっとブレーキペダルを入れてブレーキ操作とアクセル操作を入れていくっていうね。最初はアクセルだけでグンとギアを落とす練習をするといいかもしれないですよ。ちょっとしたところで練習になります。これを高速降りたらよくあるシチュエーションですね。ゆっくりで構わないんでシフトダウンからブレーキを優しくリリースして目線で曲がって向きが変わったらアクセルをゆっくり開けていくっていうね。ちょっと止まる時もちゃんとブレーキのリリースを意識してカクンって止まらないようにね。なんとなくみんなねブレーキからアクセルキルアントゥーしてアクセルみたいな感じのなんとなく操作的側のイメージで運転を練習してると思うんだけど、そうではなくてタイヤの動きを考えながら運転するモーションに変えていくと非常にドライビングに深みが出てきて、スポーツ走行またはねサーキット走行とか、スポーツドライビングに非常に僕は役に立つと思ってます。
ステアリングを切ると止まってる時でもステアリングシャフトからいろんなものが動いていくんだけど、最終的にタイヤのグニュンっていう感じが伝わってくるんですよね。こうやっぱ今もクラッチをつないでいった時にいろんなものを伝わって、最終的にクラッチプレートがクラッチカバーに挟まれてこう摩擦力がこう出てくる感じであるとか、そういうのを感じながらペダルをつないでいくと非常にスムーズにつなぐことができるし、ゆっくりこう動かすことができれば素早く動かすことはそんな難しくないと思うんだよね。僕なんかかかとを軸に押し込んで軸にまた足首でこう戻していくみたいな。クラッチもミートするときはかかとを軸に足首でこうミートしていった方がこういう街中ではいいですよね。レースのスタートなんかだったらもうちょっとこうラフに行くんですけど、でも半クラのポジションがどこで決まるのかで結構レースのスタートなんかはすごく重要だし、街中のスムーズな運転だったらやっぱりこう足をね、かかとを軸にすることがすごいテーマじゃないかな。今ブレーキをかけてる時やっぱりかかとをこう軸に足首でちょっとそのプレッシャーを調整していく。こういう発進の時なんかも本当にクラッチの気持ちになるといろんなことが分かるようになってくると思う。何かの気持ちになるって大事かもしれないですね。ブレーキパッドの気持ちになるとかね。その中でもやっぱり一番難しいのはやっぱりタイヤっていうのは4つついてて、4つのタイヤにはこう分散されてこういろんな力が加わるんで、その時々今だったらこう普通に走ってる時だったらね、4つこう車の車重だけで走ってますけど、やっぱここからこうブレーキかけると前に移動してっていう、そういう常にこうタイヤにかかる荷重っていうのは動くんで、それを常に考えながら運転するっていうのはなんか面倒くさくもあるんだけど、だんだん慣れてくるとすごく楽しくなってくると思いますよ。あと意外と雨の日なんかは、今日なんかそんな降ってないけど、こうやって普段車が走るとこってものすごい水が溜まるじゃないですか。こう見てもらうと分かるように、そういうところをこう一車線こう外して走るとハイドロが起きにくいとかね、高速道路なんか特にそうですよね。水たまりをこう一車線避けて走行ラインをトレースしていくと、雨の日の高速道路、街中の運転もそうだけどハイドロが起きる可能性が低くなるとか、もうそういうのもいろいろ考えてますね。ここだったら軽自動車のどこで止まるにはあそこで止まるにはブレーキをこのぐらいで調整していけばもう何もしないでも勝手に止まっていくっていうね、そういう練習をすると、ここでちょっと詰まりすぎるからブレーキちょっと強く踏もうとかそういうのではなくて、とにかくあそこで止まるんだと決めたらもう一発でスーッと止まっていくっていう、そういう練習とかもいろんな楽しみながらできることいっぱいあると思いますよ。ハンドルの回し方はだいたい僕は特に10時10分ぐらいを持ちますけど、なるべくハンドル握らないでこう最低限の力で力を添えるぐらいにして、交差点曲がる時でもそのコーナー曲がる時もなるべく押していくように、時にはこう引っ張ってしまう時もあるんですけど、なるべくその引っ張ることに意識よりも押していく方の意識を強くする。引くと引いたりとか内からこう持ってったりとか、もう普段運転する時はそっちの方が絶対楽なんだけど、やっぱりねドライビングでこうスポーツドライビングをもっともっとこれからサーキットとか楽しみたいなっていう人はやっぱり普段こういうところから真剣に運転することがとても大事ですよ。今日はね本当にちょっとした高速と街中だけでしたけど、この中だけでもこういうところではなんかライン取りの意識とかそういうことよりかは全ての操作を丁寧に動かすような練習をするっていうことをやっていくと、今度スピードを上げていった時にわさわさ運転しなくて済むんで、なるべくこう少ない力で優しくドライビングする。あとはそこにスピードが上がってくるだけなので、スピードが上がるとどうしてもこうみんなこう力入っちゃってね、こうどんどんとこうなんかこうスイッチみたいな運転にこう変わってきてしまうんですけども、そういう中でも優しい運転ができるようになると非常にドライビングの懐は広がってくるんじゃないのかなと思いますね。これはねレースに非常に役に立つことで結構やったのが、例えば横浜から名古屋まで東名高速で移動します。100キロぐらいで流れに取っていくときに大げさに話し、名古屋までいかにブレーキを踏まないで名古屋まで到着するか、
それは何に役に立つかというと、前の車の動き、前の車の動きまで読んで、その車が手前で減速したらもう手前から減速をしてブレーキを踏まないでスピードを合わせられるようなコントロールをする。これは前の車のドライバーの考えを理解するために非常に役に立つようなトレーニング、これはねレースで非常にね役に立ちましたね。これはね誰かレーシングドライバーの本かなんかを読んだ時にそういうようなことが書いてあって、それを実践したら非常にこれ面白いなっていうことをやったりとか、いろんなことをやってます。普段から今でもやってます。それこそ今度セッティングの勉強をするときは、例えば仕事で恵比寿サーキットまで移動しますって言ったら、サービスエリア、パーキングエリアの旅によって自分の車の車高を変えたり灯を変えたりアライメントを変えたりとかしてですね、ハンドリングの変化を感じ取りながら常に移動していって、これを変えるとこういうふうに変わるんだとか、そういうのを感じ取りながら移動先まで行く。それ非常に楽しいですね。あとね、僕若い頃通勤途中にやったのはコンビニによってスプリングを交換したりとかですね、キャンバーを交換したりとかですね、あとは信号待ちでパッと降りてフロントの灯印をバーッと交換したりとかチェンジしたりとか、いろんなことを常にモンキーとか工具が持っていろんなことをやってました。そこまでやる必要今ないかもしれないですけど、そういうことをやりながら車っていうのをすごく覚えていった感じですね。あともう一つ、大げさにタイヤの空気圧をすごく少なくしたりとかすごく増やしたりとかして、そうするとタイヤのその感じ取り方がすごくドライバーとして勉強になるんで、タイヤの空気圧を変えると非常に分かりやすくなるので、そういうトレーニングというか勉強も常日頃若い頃はしてました。普段はオートマ車という人も多いだろうということで、愛車のスープラでも実践レクチャー。86はマニュアルでしたけど、はい、今度はオートマで。オートマだとさっきのマニュアルと違ってミッション操作はないので、もうミッションは車任せじゃないですか。だからよりブレーキの操作であるとかステアリングの操作であるとかアクセル操作っていうのを集中できるんで、最近のオートマっていうのはもうマニュアルモードがあって、スポーツドライビング適したパドルシフトがついてるんで、それをねやっぱねたまに使いこなしてあげると結構面白いと思いますよ。僕は結構ちょっと気分がいい時はこのスープラっていうのはノーマルモードとスポーツモードっていうのがあって、スポーツモードにすると結構エンジンのレスポンスも良くなったりとかサウンドが良くなったりとかするんで、それでマニュアルモードにしてパドルで結構楽しみますね。はい、もうマニュアルはあれですよね。だから減速中だけじゃなくて加速中もマニュアルでっていうことですね。そうです本当にレーシングカーと一緒ですよね。シミュレーターなんかと一緒ですけど、スポーツモードに変えますね。はい、今マニュアルモードです。こういうところでもステアリングの切り方とか目線とかさっきのあれと一緒ですね。少しドライビングを楽しむことができる。こういうコーナーであるともう見えない先を見ていくような感じで、先が見えたらアクセルをじわりじわりまっすぐ縦に上げていくっていう。スープラは僕が好きなのはシフトダウンすると音がもうこれが好きでね、意味もなく落としてしまいますね。しっかりとその操作をギアを自分でドライバーが使いこなすことができると、マニュアルとはまた違うんだけど、やっぱギアをシフトしてその必要なギアに合わせて走るっていうね、そういうのを楽しむことができるんで、僕はね別にねこのスポーツ AT とかは嫌いじゃないですね。全然アクセルを開けるのはなるべくまっすぐのストレートが見えたら開ける、またブレーキかける、ブレーキをゆっくり離して曲がるまで待つ、曲がったらアクセルを開けていくっていう、こういうねセオリーをどんどん持っていくとストリートでも本当楽しめますからね。レースの時のパドル慣れっていうのはこういうの
やもう基本一緒ですよ。だからレーシングカーなんかも基本パドルじゃないですか。だからこの例えばスープラなんか乗るときは意外と左足ブレーキを練習したりとかしてますね。左足ブレーキはやっぱりこうバケットシートでこうしっかりベルトでこう固定されてるとすごくやりやすいんですけど、こういうやっぱどうしてもねノーマルだとどうしても足が安定しないんで難しいんですけどね。もうでも今もうレーシングカーほとんど左足で踏むようになっちゃってるんで。だって昔はねブレーキ踏んでヒールアントゥーしながらガチャンガチャンガチャンってこう落としてたのが、もうこうブレーキ踏んでポポンポポンポポンって指だけでいけるんですよ。勝手にクラッチのつなぎ方をちょっと調整してくれたり。そうですそうです。もう本当にだからレースの世界はどんどん楽になってますよね、車の乗り方が。お江戸さんたちが乗ってる車も、例えば FIA GT3 も同じなんですか？基本一緒です。今だからそのスーパー GT のレギュレーションの中では ABS もあるしトラクションコントロールもあるしっていう、 ABS やるだけでも全然ドライビングも楽になるし、もう本当にこうパドルシフトになるだけではるかに楽になりますよね。変にこうギアシフトがあるとそこに集中しなきゃいけなくなったりとかするんで、苦手な人は苦手ですもんね。だから今は逆になんだろうね、大人の人がもう一回こうスポーツ走行を楽しみたいって言った時にマニュアル操作が一つネックになってんのかなって気がするんですよね。ならある意味そういうオートマでいやとか。全然いいと思います。僕はオートマでだからマニュアルじゃなきゃいけないってことは一切ないと思いますね。今日のちょっとねルートではスープラのちょっと楽しさは分かんないんですけど、比較的本当にねワインディングとかもうちょっとコーナリングが多いようなシチュエーションに行くとめちゃくちゃ楽しいですよ。ものすごくタイヤのことがインフォメーションとして感じ取りやすい車ですね。あとタイヤのそれは位置も結構関係しますよね。そうですね、やっぱりこうドライバーに比較的4つのタイヤが近いところにいるんで、すごいタイヤに対するインフォメーションが伝わりやすいドライバーに。だからさっきはこうリアタイヤが分かりづらいって話をしてたんですけど、この車に乗ると本当にリアタイヤが今どういう風に力が加わって力が抜けてるのかっていうのがめちゃくちゃ分かりますね。であそこにギャップがありそうだから、そこのギャップをブレーキはどうするか、抜いた方がいいのか踏んでた方がいいのかとか、基本的にはやっぱブレーキを踏んだままギャップ通過するとものすごいボトミングするんで、そこだけは瞬間ギャップではブレーキを抜くとかね、もう常に集中して運転してると、確実に事故は絶対少なくなりますよね。これ本当にゆっくりなんだけど、これはもう本当にそういう意識することがスポーツ走行サーキット走行に非常にプラスになるトレーニングなので、そういうことを常日頃いろんなことを自分でこう遊びとしてね考えながらトレーニング練習しております。これはね今この僕50歳超えた今でもどんな車乗っても常日頃やってるんで、常にこうドライビングにねこう緊張感を持って街中を走ってるんで、そういった意味でも、事故も少なくなるし、トレーニングもなるし一石二鳥なので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。